わ、かっこいいこれ。見てこのツヤ。はい、皆さんこんにちは、アッキーです。はい、ついに来ました。新型スバルトピレン401。戻ってきたーやっと戻ってきた。店長にね、預けて1ヶ月ぐらいかかってんじゃねえかな、実際。すごい久しぶりです、スバルトピレン乗るの。塗装後のスバルトピレン、想像以上にマジでかっこいい。やばいこれ頭の中でイメージはしてましたけど、それをね超えてきたね。あ、かっけんだこれ。ちょっと後で見せますけど、早く見たいでしょ。どっか休憩の時に映しますから。なんでこの走ってる状態から撮ってるかっていうと、店長がね塗装終わった後にコーティングまで出しちゃってたんですよまあ今日撮影って言ってたんですけど、出しちゃってるからもうバイクないから撮れないじゃないですか。とりあえず終わるまで待って、でもコーティングのそのお店から受け取ったりしたんで、店長いませんという理由で道中から撮ってます。動画撮れるのが本当にもう今日しかなくて、イベントとかはめちゃめちゃ忙しくてですね、別日にっていうのができなくて撮るしかないから撮ってます素原ふざけんなよふざけんなよ。一応構成とか考えてたのにめちゃくちゃじゃねえかよ。これ聞いてんのかはい、店長はすごい反省してましたんでね、はい、次は二度とこういうことないと思います。はい。明日もだってあれだよ、もう昨日まで長野いて、で明日また今度大阪行くんすよ。グッズとかも販売するんで、荷物がねあるじゃないですか。さすがに段ボール全部送りまくることちょっとできないなと思って車で行くんすよよくねイベントで会った方にね、バイクで今日来てないんですかって言われるんですけど、荷物多いから無理だって、普通に無理。バイクで行くと倍疲れるんでね、車のちょっと無理です。もうね、誰かねバイクか荷物運んでくれよ、頼む。関東だったらまだ近いからいいんですけど、関西方面でイベントが連続してあるんで、6月にね無理ですね、バイクは。もう私それで行ってもう疲れて顔死んでると思うんで嫌でしょそんな。早くねこのスバルトピレンのかっこよさをね皆さんにね伝えたいんで、パーキングどっか寄りますわ。3、2、1。やばくないこの色。見てよ、これ忠実に私の希望を再現してくれて、すごくかるな。うわ前の私のスバルトピレン、旧スバルトピレンと同じで、色もそういう点ですから、ネイビーでしょ、白でしょ。これはステッカー貼ってもらいます。で、こことかもほら見てよ。マットでね、ツヤとかがね、あんま本当はなかったんですけど、ツヤがあるような感じで、マスキングしてこうやってくれてるんですよ。綺麗でしょ、かっこいい。じゃあこんな感じ。やっぱ今日かっけえな。これ見て皆さん、この中これ白にしてもらったんですよ。本当は違うからね、色白にしてもらったんです、中を。すごいでしょということでね、また後でじっくり見せますんで、一旦こんな感じで。いやはい、というわけでどうでしょうか。かっこよくない？理想に完全再現されてる。前の旧スバルトとね比べてみると分かると思うんですけど、ほぼ一緒だから。カラーリングがやっぱり私好きで、ハスクバーナ感があるんでね、なんかね旧よりこのカラーリングになるとこっちの方がね、この新型の方が圧倒的に好きかも。スバルトって結構真っ黒じゃないですか、ほぼこう重たく見えるんですけど、でかくて重そうな感じか、ちょっとねこの色合いが入ったことによってちょっとなんだろう、ポップな感じで、なんか中和融合混ざり合ってね、すごいいい化学反応を起こしていると思います。塗装業者の方ありがとうございました。そしてコーティング業者の方もありがとうございました店長もありがとう。せっかくねそこでね変えて戻ってきたんで、バイクがこう映えるような場所でねちょっと写真撮りたいなと思って、かっこいい写真をちょっと撮りたい。塗装がうやうやを撮りたいんで、とある場所に向かってます。そ
その場所なんですけど、 YouTube やる前のだいぶ前の話なんですが、バイクをね写真撮ったり、ウェブでライターみたいなことをやってた時期があったんですよ。その時に行った場所でもあるんですけど、すごいねかっこよく撮れんのよ。カメラマンさんが天才だったっていうのがあるんですけど、実は私今までね言ってなかったんですけど、ヤマハのバイクの逆輸入車を取り扱ってるプレストっていう会社がねあったんですけど、そことお仕事ねさせてもらってたんですよ。R1 とか R6 とか、あとスーパーテネレとか逆輸入車しかなかったんですよ、その時。 R6 は生産終了しちゃったんですよ。 R1 は国内仕様になって販売してるんですけど、その切り替わったタイミングでプレスト自体がなくなったんですよ。その時にやってた写真スポット、そこにね今から行きたいと思います。ちなみに動画にちょいちょい出てた変態カメラマンの高島さんいるじゃないですか。あの方がね撮ってたんですよ、逆輸入車のバイクを。で私が、撮影も一緒に同行してライターもしてました。話してなかったんですけど、こういうことやってたんですよね。かっこよく撮りてー。いや高島さんがね天才すぎてさ、あんなすごい写真は撮れないけど、自分なりにねちょっとかっこよくね何枚か撮ってみたいなと思います。バイクのイベントとかあるじゃないですか、それぞれなんかメーカーによってとかいろいろあるじゃないですか。仕事側でさ私行ってたんで、それを記事にしたりとかしてたんで、もう行きたくないんですよね。行かない理由はそれもあると散々行ったから、もちろん8体とかねそういうビッグイベントも行きましたし、いや暑かったな8体も。本当にあっちもあれ普通にプライベートだったらさ別に好きなことできるからいいと思うんだけどさ、もう仕事だから撮ることやることやんないといけないから、仕事だからさ全然楽しくないんだから本当に。今マジライターとかできないもん真面目な文章。納金さんがさよく嫌ってるなんだバイク用語めちゃめちゃ使ってたからね言うて私もそんなガチ系じゃないんですごい専門的な用語は使ってないですけど、そっち系の言葉を使って書いてたな。今はできませんもん正直言いますけど、デザインさ国内だったらさヤマハが一番ぶっちぎりでかっこよくない？性能とかなしデザインのみの話。私はそう思います。おしゃれなんだよな、かっけんだよ。 R1 もかっこいいけどちょっと乗ってみたいけど乗れないね。ほとんどに大型はやめろっても言われてるんで、だからヤマハはね意外と縁があるんですよ。だから一番最初本当バイク買う時もヤマハの YZF-R25 か、鈴木の GSX250R この2択で、迷ってたわけですよ。けど試乗会でね鈴木の試乗会で乗ってこれいいなと思ってすぐ買っちゃったんでやっとね YZF も、150だけど、買えて大満足ですいや懐かしいわ。よう来てたわ。いやマジでしょっちゅう来てたなここらへん。着きました。今からちょっとベストショット撮りたいと思います。ここからねやっぱこのカラーリングにしてよかったわ。ちょっとさ軽そうに見えないね、見えるよね。何回も言いましたけど私はやっぱこの401のこの中が白いのが結構お気に入りポイント。このステッカーもいいしこれもいいし、うわかっこいい。これ見てこのツヤ、コーティング出したからツヤが増してるよ。おーいやここが一番結構気に入ってる。この401下の方がかっこいいな。おーかっけえ、すげえかっこいい。これは載せれんとちゃう？雑誌にギリ載せれるんじゃね？おーかっこいいね。サムネだ。これだ。下からがやっぱりかっこよく見える。活牛到着です。
肉ソースにしました。いただきます。実食。ライス大盛りにすればよかったな。甘めにんで、朝から何も食ってなかったんで、食べないとちょっと動けなさそうだった。はい、どうぞ。おいごちそうさまでした。ごちそうさまでした。着きました。バザール商店街の中にあるみたいです。こういう感じなんだ。面白いね。ちょっと腹がいっぱいだわ。あんま動けないかな。焼肉屋発見。ですけど。お、やばい。疲れますね。マシンいいですね。従業員さんめっちゃ優しい人でした。また機会あったら来たいと思います。ありがとうございました。バタフライミニオンもうちょっとやりたかったですけどね、練習やんないといけないんで30分ぐらいだけやります。 YouTube 登録してくれるって言ってたんでありがとうございますなんで雨降ってんの？嘘やろ。なんでだよやばい、早く寝と。なんで雨降ってきてんだよ、もう意味やからん。晴れなのに今日。待って、チャクよし。またリュック閉まってるか心配になってきた。ほんとやだこれ。マジ最悪だよ。せっかく楽しかったのに。これ1000 OK ね。1000 OK。よし、部品 OK。よし、はい、レッツゴー。さよなら。いや卓球めっちゃ面白かったわ。新しくね変えたんですよ、ラケット。私初めてカーボンのやつ使ったんですよ、高級なやつそしたら跳ね返りっていうのなんかパーンってすごいからちょっと慣れなくてなかなかボールが入んなかった。今年もうちょっと卓球頑張ってちょっと大会とかね、試合とかちょっと出たいなって思ってるんですよ普通毎日練習しないといけないんですけど、全然練習も月に私2回とか1回とかね、最悪そんくらいしかいけてないんで、もうやばいですよ。もう絶対負けるわ、もうこのままだったらあとなんか卓球上手い方連絡ください。個人レッスンしてほしいよ卓球部作りたいなと思って、ちょっと結構ガチで言ってます。大会とか試合とか出たいんですよガチで上手い方いたらちょっと連絡ください。上手くなりたいです、私も。もうほんと初心者レベルなんで、中級者ぐらいに戻りたいな。中学校の時は今よりは上手かったんですけどね、サーブの種類も何十種類もあったし、サーブなんか今もう2種類しかねえ終わってるわ
卓球自信ある方、本当に上手な方、私に教えてやってもいいよっていうね、心広い方いたら、概要欄にメールアドレスが添付してありますんで、そこからメールください。本当に強くなりたいです。もう今までの経歴とか、試合の、なんて言うんだろう、試合経歴をちょっと教えてください。ただ私と卓球だけやりたいだけで、応募される、連絡しちゃって困っちゃうんで、逆に私が相手になんないと思うけど、本当にめちゃめちゃ強い方ね、メールくださった場合、私本当下手くそなんで、逆に嫌になるかもしれないですけど逆にね、下手くそすぎんだろうって。それでもいい方、ぜひメールお待ちしてます。温泉卓球とか旅館とかでああいう感じで卓球やってましたっていうのはちょっとすいません、ごめんなさい、それはダメですいや、私ドライブがちょっとできなくなっちゃったんで、下回転ちゃんと出せる人お願いしますはい、ということでね、よろしくお願いします。さっちょれーちょウォー個人的に行ってますけど、卓球ね、本当は毎週行きたいけど行けないんだよね。なんなら卓球チャンネルしたいぐらいだからね。したらだって卓球毎日もうやるじゃん。絶対にやるしかないじゃん、もう。で上手くなるじゃん、絶対に。毎日やるんだから今のこのバイクとかキャンプとか今の YouTube やってる限りめちゃめちゃ上手くなるって結構厳しいかなと思うんですけどね。夢ではあります。大会に出て1勝はしたい。最低1勝したいね。単体で出たいですね、私。いやー、やりてえなー、試合やりてえなー。はい、雨やんだんじゃね。卓球の話してたら雨やんだかも。雨やんだ雨やんだよかった飛行機だ。コミちゃんだったらあれ何の飛行機か分かるんだろうな全然分かんねえ。いや、ここのほら掴んでたでしょ前。これかっこいい。テカリ見て、このテカリ超最高なんだけど。今日はね、写真もめちゃめちゃかっけえ写真も撮れたし、ついでにね、卓球も行けちゃったし、すごいいい時間の使い方したわ。風が強い。ちょっと待ってよ、ケツいてケツ痛いなこれ。あとね、排熱がめちゃ熱い、これやばい。はい、じゃあお疲れ様でした。気をつけて帰ります。ありがとうございました。